すっかりね、春で乾燥も早い。やっぱり春は乾燥してるね。ってことでね、前回やっていった塗っていっただね。そう、仕上げやってみましょう。まあどうなるかわかんないんだけどね。初めてのことだからやってみましょう。ぐーたらずです。今日はね、オリジナルの文字盤を作る第2弾ボリューム4ってことで、前回ね、漆を塗ってで乾燥させてね、仕上げの段階に入ります。まず1本目だね。その一枚貝、シールをね、こう貼った一枚貝の方をね、仕上げていこうと思ってます。ではね、早速やっていきましょう。漆を塗ってね、しっかり乾燥させました。シェルだけでもいいんですけど、漆を塗ってね、そのフラットにして光沢を出したいっていうね、目的があったので、一回漆を塗ってます。そしてまたね、ここからさらに研ぎ出して、フラットを出して、そしてコンパウンドで磨きを入れて、フラットでツヤを出していくっていう作業にね、やっていきます。まずはね、2000番で水研ぎしていきます。水をね、敷いてあげて、2000番でひたすら研いでいくだけ。このだけだね。これだけです。あんまりこう研ぎすぎるとシェルまで、漆もね、せっかく塗った漆の層まで削り取っちゃうことになるので、漆の層だけフラットにするようなイメージですね。だんだんとね、研げてきますけど、何回かこう見ながらね、研げてくると、研げた部分はね、艶消しになります。艶がなくなっていきます。何回もこう見ながらね、作業をしていきましょう。こうやってね、じっくり見て、この辺研げてないなとか、まだ研ぎが足りないなとか見ながらね、やるとね、いいです。これ研ぎすぎるとね、ほんとシェルがね、すごく薄いので、シェルまで研いじゃうと、今度下地のね、黒い方までね、出ちゃうので、その辺注意が必要です。でね、全体的に艶消しになったのでね、あとはコンパウンドで磨いていきましょう。ここからね、さらにね、磨きかけていきます。そのフラットに出すところなんですけど、あまりこう全部こうフラットに出さないようにしています。ある程度そのちょっとね、本当に少しへこみを残したりとかっていうのをしています。あんまり全部こうフラットにしちゃうとちょっとね、嘘くさいなっていう感じもあるので、ちょっとこう手作り感っていうか、そのなんていうのかな、この手作業感を出すためにあえてそのへこみを残したりっていうようにするようにしてるんですよ。今やってる作業なんですけどね、本当にそれちょっとね、この手作り感っていうか、その手作業感っていうか、そういうのをね、あえて残すようにしてね、こうフラットに出すように。フラット、ほら少し残ってるでしょ。ほら艶は出てきたんですけど、ちょっとこのへこみを残したりもしてます。その方がこうなんていうのかな、味があるというか、あんまりこうパシッとやるよりもね、その方がいいような、ちょっとしたこだわりだけどね、それは完全にフラットの方がいいんでしょうけど、ちょっと残すようにしてこうね、そのちょっとこの未完成感もまたいいかなと思ってね、やってるんですけどね。どうなるかやっていきましょう。そう、ローターもね、研磨していきます。ローターはね、本当に切り貝と一枚貝、こう2つこう組み合わせてるので、この一枚貝のところだけ綺麗に研ぎ出すようにしてね、この切り貝のところあまりやりすぎると剥がれたりするかなと思って、そんなにね、磨きをかけませんでした。どっちもね、しっかりコンパウンドをね、拭き取っていきましょう。コンパウンドやっぱり残ってるとどうしてもね、白い粉残ったりします。一番いいのはね、ここで一回こう水洗いしちゃうといいんですよね。水洗いしてコンパウンドをね、さっと流してあげると、コンパウンドがきれいに流れていきます。そしたらね、インデックスの穴を開けていきましょう。インデックスの穴、もともとね、ついてたインデックスをつけるんですけど、それになんていうのかな、足がついてるんですよ。インデックス自体に足がついてるので、その足の穴を開けてあげます。何回もやってるんでね、この辺はお手の物なんですけどね。きっちりね、穴を開けたらインデックスを乗せていきましょう。本当にこの辺見づらいね、本当に。見えないでしょ。本当に小さい穴です。これでね、ボンドでね、接着していきましょう。
そうちょこっとほんとどうやってつけてんだろう。多分裏からつけてるんだと思うんだよな。表側に多分ボンドはねつけないんだよな、普通はな。多分そうだと思う。でもまあこれはね貝を貼ったりしてね、ちょっとこう厚みが出てるので表側から貼っちゃうね。裏側からこうボンドをこう染み込ませて足にこう接着するようにしてるんだと思うんですよね、本来はね。でもこの場合はちょっとまあ文字盤を加工したってことで文字盤がちょっと厚みが出てるんですよ。だからその分足が下まで来ないなっていうのを予想して表側にボンドをあえてねつけてます。いいのかどうか分かりませんよそうしっかりね乗せていきます。本当にこの辺はね何回もまあ計10何回か3回ってことだっけな、12回同じ作業をね繰り返していきましょう。まあ乗せ終えました。乗せ終えてねくっつきました。本当にインデックスが乗っちゃうとすごくこの時計っていう感じが出ますよね。時計のその文字盤だっていうのがこう見えてきます。本当に、時計によってはね、時計のサイズとかによってはこのインデックスがね邪魔な場合もあるような気がするんだよな。ない方がその作品として見ればいいっていうのもねきっとあるんだよな。この後ねなかなか出てきますから。そう文字盤をねムーブメントに乗っけていきましょう。できっちり乗っかるとね、文字盤見て分かる通りこうスケルトンな部分もあるんですよ。添付やらそして秒針が見えるところあるので、その辺はこうしっかりね穴を開けて添付が見えるように、添付の動きが見えるようにね穴を開けました。まずはね自針からつけていきましょう。で今回のこのタイプは日付がないタイプなので、きっちりね12時なら12時ぴったり合わせればね日付のその調整とかいらないので、時間だけねきっちりパシッとね単針と長針分針自針をね合わせるようにつけていきましょう。12時にパシッとつければね、時間は合うようになるのでね。で最後ね秒針です。で秒針これ2つあるタイプなので、この大きい方の秒針と小さい方の秒針もあるのでね、その秒針もねきっちり合わせるようにねつけました。きっちりね秒針を乗せてあげてで完成かな。でね乗せた後必ずねルーペで見ましょう。見てねその針同士の接触がある場合もあるんです。だからそういう時はねちょっと針をね煽ってあげたり調整してあげたりしないとね動かない場合もありますんでね。そしたらもうどんどんケースに入れていきます。もう佳境です。佳境に入ってきました。きっちりねケースに入れていきましょう。この辺になるとねもう本当に早く組みたくてそして完成が見たくてねうずうずし始めるんですよね。だからもう作業自体もねかなりこうスピードを上げて作業してるんですけどね、そういう場合はね失敗したりしますんでね見てください。またケースに入ると文字盤が映えます。いやいいなと思って。シェルってやっぱり美しいね。本当に美しいです。ほらすごくいい。本当にいいですもん。ここでねまたね加工したローターを入れていくんですけどね、その前にリューズをねきっちりセットしましょう。でリューズ入れる場合本当に静かっていうかこうなんていうのかな、合わせてこうきっちり入れてあげましょう。引っかかりがあったりするとねその歯車を割ったりしますんでね気をつけながら入れます。そしていよいよ加工したねローターもセットしていきます。このローターやっぱりねシェルを貼った分厚みが出てます。でそれがね本当に当たるのかどうか変なところに当たらないかどうかねチェックしながらね。でこの時点ではねローターはどこにも当たってませんでした。で蓋を閉めて蓋に当たるかどうかっていう最後の確認だね。できっちりビスを閉めてあげて、これでねローターはほら綺麗に回ります。当たりは本当になかった。意外と大丈夫だなと思ってました。であとはね蓋を閉めてローターが当たらないかどうかをねチェックしていきましょう。ローターに一手間加えるだけでかなりねこの高級感というか
や綺麗だな。このローターに一手間加えるのやっぱいいですね。であとはねきっちり締めてあげて、これで完成ですね。裏側ローターにもねやはり切り貝やらねシェルを成功したことになり本当に綺麗です。綺麗。貝って本当に綺麗、本当に綺麗だな。いやなかなか面白い作業でした。きっちりねできました。出来上がりもねやっぱりこれだけね汚れちゃったけど、まずはね片付けて完成見ていきましょう。シェルをね施工したこの時計、やっぱりシェルのその輝きというかその光の反射のし具合、ものすごく目を引くものがあります。時計自体もねダイバーウォッチ風のリエイクで買った時計なんですけど、その両芯の赤とそして文字盤のシェル、ものすごくその相反する色ですが、なんていうか調和し合ってるような感じがします。でケース自体も、茶色ですね。茶色メタリックブラウンっていうんですかね。それがまた相まって中のねムーブメントの金とまた調和し合い、そこでまた一つのその完成形としてねこの時計仕上がったんではないかと思います。で裏側を見るとローターにも貝をね施しました。その一端というかなんて言いますか、ムーブメントとそのローターの色が同じであったことに対してのそのなんていうのか安っぽさっていうのもねなくなった気がします。ローターにシェルを施したことにより表と裏その一体感っていうのがね生まれたような感じがします。裏にもね見えないところ、裏は見えませんが、そういったところ見えないところにも手を施す、そう神は細部に宿るんです。そういったことをね意識しながらこの時計作りました。ローターにシェル重さがね加わってきっちり動くのかどうかっていうのがね心配でしたが、当たる場所もなく裏蓋に当たることもなくきれいに回っております。そして光をねきれいに反射して時計を外した時にも見えるこの何て言いますか豪華さというのか、そういったものをね感じることができる時計になったと思います。表はね言わずとも知れたシェルです。このシェルをね見ながら時間をね見るっていうだけではなく、そのね光の反射のし具合、その時間によってのその光の反射っていうのをね楽しんでいただきたいと思ってねこの時計作りました。出来上がりました。表側から見えるね電風、時計の動き、そして息吹を感じます。いやー素晴らしい時計ができたなと思います。ってことでねオリジナルの文字盤を作るボリューム4、一本目が完成しました。一本目完成しましたね、見事に。本当にその貝のその光の反射っていうのがものすごくこの素晴らしい、楽しい作業でしたね。でもう一本の方もね完成に近づいております。こういってねいろいろやりたいことやりたい文字盤っていうのをねやっぱ作っていくことにより時計自体の本数もねやっぱ増えちゃいます。なのでね俺あんまり時計しないんですよ実際そんな時計しないからね、ある程度こうまとまったらこう一気にこうメルカリかなんかで売ろうかなとも考えております。作ったものをね
ちょっと売ろうかなとも考えておりますんでね。そういった時また皆さんにねお知らせしますんで、ぜひ買ってください。お金ありませんからもう本当にお金ないな、本当お金ない、厳しい、不況ですからね。ってことでね、1本目完成しました。2本目はね着々とまた完成に近づいておりますね。また違った感じの、ね、時計になります。ガラッと違う時計ですね。切り替えですけど同じような雰囲気ではあるとは思うんですが、見た目かなりガラッと変わりますのでね、その辺も楽しみにしておいてください。本日もご視聴ありがとうございました。